どうもこんにちは。フェリシティです。毎年、その1年のトミカを並べていろいろ語るという動画を作ってますけども、もうすでに2025年のトミカを語る動画なのに、今はもう2026年3月です。もう遅れに遅れました。これ並べ始めたの、1月だったんですけどね。見つからないトミカがあったりして、レギュラーのトミカと、プレミアムさえ揃ってればいいかなという感じで思って、それでもなかなか始められなくて、結局、やっと重い腰を上げて、撮ります。さて、2025年なんですけども、2024年に輪をかけて、もう出過ぎです。本当に。セットもの、アンリミテッド。さらに、店舗限定トミカとか、いろいろ出ますよね。なかなか追いつきません。通常トミカとプレミアムさえ押せればいいんですけど、ドリームトミカも大変ですよ。何回も言ってますけど、番号ついちゃうとね、なかなか厳しいものがありますよね。さて、それでは早速、通常トミカからの話になりますけど、2025年は、評価しにくいものもありますけどね、やっぱり、最初に、これでしょうか。プロパンガス輸送車は、この荷台の部分はいいんですけど、架空車ですよね。今までにもトミカに架空車がなかったわけじゃないんですけども、トラックだからいいということなのかという話ですよ。散水車。そして、念願かなって出た。もう何年も前からヤマトのトミカ出るんじゃないのという話をしてましたけど、念願かなって出たトミカですら、架空車。去年、エルフの新型が出たのは何だったのかって話ですけど、せっかく出たのにねって感じですよ。架空車でもいいじゃんっていう人がいるかもしれませんけどさ、今度出るカルピスのボトルカー、あれも架空車ですよ。ちょっともう、限度を超えてるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。昔の日本映画とか見ると、外国映画でもそうなんですけども、この車トミカで持ってるとか、この車トミカで持ってるけど、実際に動いてるとこ初めて見たとか、そういう普通の映画見る観点とはまた違う観点で、楽しめたりするんですけども、架空車ってそういうことができないんですよね。ちっちゃい子供の時はいいかもしれませんけど、後々、この車って何なんだろうって大きくなってから調べて、架空車だったなんてことを知るのはがっかりするんじゃないでしょうか。これ、心見はいいんですけど、小さいですよね。あと部品も小さい子がなくしそうなのがちょっと気になるところです。これこそロングトミカで出てほしかったなって感じしますけどね。あと、ココ一番屋とか出たこのトラックがミスタードーナツになりましたけど、まだ実写だからいいかって感じはします。その点、この性能運輸のトラックはすごくいいですね。以前、カンガルー便っていうかほとんど性能運輸として書かれてないトラックがずっと前に三菱ふそうトラックで出たんですけども、ウィングルーフトラックだったかな。それと並べて飾りたいところですけど、シールじゃなくて非常に雰囲気もいいし、これは好きです。センチュリーですけども、これがセンチュリーって言われてもね、という気分的にはそうですね。よくできてますけど、裏版、もう、真っ平ら。先に、さっきのセンチュリーみたいなクラウン出てましたけど、こっちのクラウンが出て少し安心した感じしますね。この色は、ちょっと深みがあっていい色です。白よりも好きな感じしますね。アコードね。個人的に、アコードっていうと、シビックに似た車っていうイメージがつきまとってるんですけど、もう今じゃ全然違いますよね。これはオーラですね。これ色がとても好きです。ベゼルですけども。このシルバーでもなくね、ネズミ色が、まさにグレーじゃなくてネズミ色が、かえって好感が持てます。フェアレディ Z だったら怒られるんでしょうけど。プレリュードもこれを作るのに塗装に結構お金がかかるのかなっていう感じはしますけどね。ただこの通常版の内装が座席が白くなってるのがすごいなと思いましたけどね。プレミアムでもないのに。あと、こちらもいいですね。
非常にこのヘッド部分がボリュームがあって、もうヘッド部分の方がボリュームありすぎる感じしますけど、とても、もう迫力ある車になってると思います。ただあれですね、このヘッド部分がボリュームありすぎて、他の車作るのに、ちょっと、大変な感じしますけどね。荷台をどうするのかとか。改造して、長い車にしたりとかできるんでしょうか。このリーフも、この色が好きですね。リーフのイメージも変わりましたね。最初に出た時はちっちゃい車の印象だったんですけど。ランドクルーザーもこの、黒もいいんですけど、白が欲しかったかな。大きさがかなりいいんで、そのタイヤとかの感じも好きなので、これもいいですけどね。これはもうちょっと別な色にしてほしかったな。もっと明るい感じの、緑系、さっきから緑系、青系の車が多いんで、もっと、もうピンクでいいのになと思いました。フェラーリ、プロサングエ、正直、そこまでしてフェラーリ出さなくてもっていう感じですね、もう。そろそろ。それだったらむしろアンリミテッドで、昔のフェラーリの F1 の車、MP44 出したんだから、641チラシ2出してよと思いますけど。通常トミカの今年の去年の一番は難しいですね。ギミックに関しては相変わらずほぼないし、これとかヤマトが架空車でなければね、よかったんですけど。やっぱりこれかな。あるいはこれか。ランドクルーザーはちょっと色が個人的には合わないので、このセンチュリーあまり嫌いと言いつつ、いいんですけどね、これも。ホワイトとシルバーの配色が、好きですけどね、これは。そんなところです。プレミアムは CRX、これ、前にトミカリミテッドヴィンテージの方でも購入したので、好きな車なんですけども。あれ、こんなに赤が濃い色だったかなっていう印象があります。もっと、リミテッドヴィンテージの方は、綺麗な赤だったような気がするんです。あとやっぱり、通常トミカ同様、これがすごく出来が良くて、ナンバーのところを黄色に塗ってるだけでもかなり印象が違いますよね。ぜひプレミアムの中で、荷台の展開を変えたものが欲しい感じがしますね。赤帽車とか。これは、マインクラフトの車じゃないですけど、こういうのもあっていいかなとは思いますけど、3日で飽きる感じがします。このロータスエスプリ、出したんなら、ボンドカーもどうですかって感じしますけどね。トミカのやつよりもやっぱり、すごく、シャープな作りになってます。もうライトが開くのも、プレミアムじゃ当然でしょうけど、ポイント高い。トヨタスポーツ800もよくできてます。これでちゃんとドア開閉できるのもすごくいいし。あとは MR2。でもなんかちっちゃいですね、これ。これだと。トミカのイメージだともっと大きい感じがするんですけど。ドアは開かないし。これだけのためにドアはしょうがないのかなって感じもしますけど。トミカ自体も MR2 はドア開かなかったし。イオンオリジナルで黒いプレリュード出てましたよね。あれってなんかもう、結構ギリギリになってから発表されるので困ったもんですよね。好みではないけど、このアルファードもやっぱりよくできてますよね。大きさが。結構トミカだと、一緒にちゃんとプラスチックのドアの部分も同じ色を塗ってるので違和感もないし。やっぱりプレミアムは、これか、これ。ロングトミカはそんなに種類なかったですけども。やっぱりこれですよね。重量感といい。
まあこれは通常トミカでも再現はされてましたけど、やっぱり、まあ、手に持ってわかるこの重さがいいですよね。そして、本来のこのスーパーアンビュランスの、縮尺比っていうか、寸詰まりな感じがない本物の感じがよくできてるし、どうして今まで出てなかったんっていうくらいのよくできた車です。ダイキャスト部分のこの上のちゃんとシールではない感じとかがすごくいいんですよね。まあ、ダイキャストの部分って実はこの上のこの赤いラインから上だけなんですけど、なかなか気づきにくい感じでよく作ってあると思うんですよね。まあ、ヘッドはもちろんダイキャストですけど。だから上の部分だけ、ダイキャストのだけでもずいぶん印象が違いますよね。これはなんかもう何ヶ月かで消えたやつの出し直しみたいなやつでどうなのかなって感じしますけど、まあ、このトミカがついてくるって感じですよね。これも曲がらないし、どうなってんのって感じしますけど。これが主役なのかな。これも同じ台車ですけども。さーって感じしかしないですよね。ホットドッグだけでも走りますよっていう。じゃあ、いっそのことこれだけ出せばよかったんじゃないの。いや、これがあるなら、日本海軍、昔の日本海軍の、それこそ、ヤマトとか出してもいいかなっていう感じしますけど、ちょっと、迫力に欠けますかね。ちっちゃすぎて。これ、ウォーターラインじゃなくて、きちんと、下がすっぽり入るようになってるのはいいですね。以前出たサンフラワー、あれはウォーターラインでも、外れるんですよね。きつい線の部分から。これもそうだった。そうですね。サンフラワーに合う、この、台座作ってほしいな。ロングトミカは言うまでもなく、これっていうかまあ、通常トミカの番号を振ってる中ではもうこれが一番なんじゃないかと思いますけどね。まあ、こっちのロングじゃない方と合わせて、ね、見ても、圧倒的にこれだと思いますけどね。ドラゴンボールトミカ出てますけども、個人的にはこれさえあればいいかなって感じで、他は、脱足な感じがします。まあもちろんこういうのを楽しめるのはいいんですけどね。もっとデザインのいい、何かいろいろ車とかね、いろいろあったと思うんですけどね。まあ後ろにありますけど、55周年のトミカ。まあ正直出しましたよっていうぐらいのものしか感じられないな。ちょっと1台外れてますけど、ここからも。まあ後から買ったけど、まあ意外に良かったのがこのサイバーフォミュラのトミカですね。これだったら結構いろいろ出してもいいんじゃないのかなって思いましたけど、さすがにね、これを買いたいと思う人がどれだけいるかって話なんですよね。あと、トムとジェリーすごく好きなんですけども、出たのがこれっていうのがちょっと納得いかなくて。トムを出してくれって、トムを。私は完全にトム派なんですよ。もっと何かあっただろう。トムが、とんでもない、制約を結んで、買ったボロボロの中古車とかあるでしょう。もうすぐ潰されてしまいましたけど。で、こっちの使い回しのトラックじゃバスシリーズですけども、なんかブルーが見つからないですよね。購入履歴があるのになかなか見つからない。これが見つからなかったから、なんか撮影が遅れてたっていうのもあるんですけど、まあ、そのうち見つかるでしょう。まあ、個人的にはこのチーズ車よりもこのバスの方が好きです。ちゃんとトムが生き生きしてるし、この顔だよ。本当に。エヴァンゲリオンのマツダコスモスポーツですけども、まあ、ついに、ライト部分がクリアパーツの、まあ、トミカとしてのコスモスポーツが出たなって感じで。これを通常版に転用して、プレミアムで出してくださいよ。本当に。あとは、トミカでは、おなじみの、帰ってきたウルトラマンのマットビハイクルね。マットカー。あちらも出してほしい。本当に。一回これ、金型、新しいの作る時があったのに、なんでその時もここ透明パーツにしなかったのかって本当に前も言いましたけど、どっかの動画で。やっと、その願いが叶いました。まあ、アルピーヌ。アルピーヌ。まあ、これも、まあ、エヴァンゲリオン関係なく、これはこの車としてよく出たなって感じしますけどね。それだったらもう何年も前から話してる、ジムニーを出しなさいよって。なぜか宇宙刑事も復活してしまいましたけど、もう茶色いジムニー出しとけば、どっちにも使える。黙って出して。
プレミアムで黙って出してからいいんですから。色がたまたま似てた同じなんですっていうぐらいでいいと思うんで、わざわざエヴァンゲリオンの名を冠して発売する必要はありません。イオンのトミカ映ってるかな。最近ずっと各国のパトロールカー、デザインの架空のパトカーですけど、まあ、架空じゃないやつもあんのかな、ドバイとか。実際ありそうですけどね。このトイザラスの A86 スプリンタートレノは黒に金色のラインと金色のホイールがすごくかっこいいですね。すごくいいです。電気屋限定ではこれはスープラですよね。はい。これも好きです。道南バス。よく、街に行くとよく見かけます。見かける車だからこそ結構送料払いましたけど、3台買って3900円とか、そんな馬鹿げた値段になりましたけど、ハトバスとか合わせてね。で、ローソンのトミカ。これはやっぱり、色が本当にいいですよね。つい最近も何日か前にも買いましたけど、いつも行ってる店に、出勤前に朝8時40分ぐらいに行ったら、一応聞いたら、そんなもの入ってませんよって今まで入れてたのに。いや、ひどい話ですよ。そこの建物のすぐ近くにあるところに行ったら、いつも行ってないところに行ったら、ありました。買えました。RX7 ですね。まあ、あと限定のトミカといえばこれかな。ユズのオリジナルトミカですよね。桜がベース車ですけども。この、ユズをイメージした、点々がシルバーで施されていて、その上の葉っぱがあったりとか。これも1台高いですけども、まあ、満足できる1台ではあります。そうそう。プロ野球トミカ、2024年版購入しましたけど、まあ購入してその話を前年の動画で話しましたけど、2025年は、2年連続で同じようなものを出すのって感じで、スルーしようとしたんですよね。スルーっていうか、私スワローズファンなんで、つば九郎だけ買えればいいかなと思って、夕方行ったら、夕方っていうかね、もう、その日休みだったんですけど、土砂降りで、一応一番近くの店に買いに行ったら、売り場は、日本ハムファイターズの、北海道日本ハムファイターズのあれだけ30台ぐらい売ってました。他の球団のトミカ一切売ってなかったです。まあしょうがないなと思って。夕方出かけるから他に行こうと思ったら、もうつば九郎のトミカだけ売ってないんですよ。もう他は売ってるのに1台半いらなければもういいやと思って、まあ買わなかったんですけど。ところが3ヶ月ぐらい前にネットで中古を見てたら、つば九郎が売ってて1300いくらか、一応 10% 割引になるけどどうかなと思ってたら、他の球団のトミカが189円とかそんな状態で売ってたので、確かに1台は定価よりも高くなってしまうが、全球団買いました。もうね、普通の店でも売れ残ってるようなやつがもう189円なんですよ。だから全球団買っても4000円ぐらいにしかならなかったんですよ。だからまあ、もう、これで1台だけプレミアム価格なんですけど、トータル的には安く買いました。2年連続で同じようなの出さないでよっていうのが正直なところです。これが近くの店に何十台も売ってたやつですね。地元だからって言ってバカじゃないのって思いましたけど、ね、今でも売れ残ってます。売り場には5台ありますけど、ただ他のトミカが置けなくなるから片付けてるだけだと思います。まだきっと20台ぐらい売れ残ってるはずです。トミカプレミアムレーシングで出たタイレル P34。まあ、これはなかなかいい感じですね。やっぱり F1 カーは、その広告とか、名前がどれだけ綺麗にプリントされてるかによるんで、とても雰囲気がいいなと思います。以前出たトミカよりも、まあ、ちょっと一回り大きいぐらいですけど、シールの部分がないんですけどね。まあ、他のレースによってはこの白いバージョンとかもあるんで、こちらスウェーデングランプリは、まあ、結構細かい違いがあっていいですよね。フェラーリ641/2も出してください。出せる今のうちに。あと、後ろにも映ってますけど、まあ、置ききれないものもありますけど。ミニ四駆はいつまで続くんですか？個人的にミニ四駆はやってなかったんで、まあ買ってますけどね、このシリーズは。このシリーズは買ってますけど。
他のもっとやってほしかったやつは途中で終わってるのに、ミニ四駆だけはもうひたすら続くっていうのはどうなってるのって感じですけどね。まあ確かに車なんで一番トミカと相性がいいんですけど、もういいんじゃないかって気がします。気がしますというか、もういいでしょう。まあそれと同様にこのレーシングシリーズの続きますね。イニシャル D の、このシルビア映ってますけど、その発売前に藤原豆腐店ね。あれ、発売日当日どうしようか迷ったんですよ。確かによくできてるけど、イニシャル D アニメは見てたけど別にものすごいファンってわけでもないからなっていうのもあって買わなかったんですけど、あれですね。トミカタウンとして買っとくべきでしたね。あとトミカガレージ。これ最近出た方のやつですけども。12月これ、ポイント使ったりして4700円ぐらいで買いましたけど。定価が結構高いですけど。良かったなと思ったんですけども。ちょっと時間経ったら、この黒い方。ちょっと箱粒で、中古で2000円ぐらいで買いました。それだったらもっと待っときゃよかったかなって感じでしたね。それから、もう一つひどい話が。サンリオのセットっていうかシリーズあるじゃないですか。あれを最新の4かな ?5 かなそっちをね、まだ買ってなかったんで、駿河屋で箱問題あり的なやつが3200円ぐらいで売ってたんですよ。全種入ったやつね。じゃあ、今まで、ボックスでちゃんと箱揃って持ってるけど、箱ダメ、問題あるぐらいならいいかなと思って、6種揃うなら、買ったら、届いて、うちに来たのがこれですよ。ボックス箱どころか、個別の箱すらない。この状態で来ました。で、商品ページもう一回見ようとしたら、商品ページはもうすでに存在してなくて、購入履歴のところにもそういう記述がない状態で、やられたなと思いましたね。しょうがないけど、困ったもんですよ。いや、セットもなんだかんだといろいろ発売してますけど、去年出たセットで、一番、割と好みで買ったのはこの、メタリックカラーコレクションですね。通常版で手に入らないものが、綺麗な色で手に入るの。こういう方が好きです。セットものは大体違うカラーリングですけどね。通常版のセットよりもとにかくプレミアムのセットが多すぎませんか？本当に。もう3台、4台、3台で高いお金を取るって感じが多くて困ります。あとはもう、慣れべきれてないというか、買い逃してるな。ディズニートミカですね、ドリームトミカのシリーズの。なかなかね、あまりにも番号のやつと SP のやつが多すぎるんで、収集がつかないですね。せめて番号のやつだけ揃えようという感じですけども、SP も気に入ったものだけはパスするものも増えてきましたね。トミカのカタログの動画ではちらっと語りましたけども、このトミカリボーン、最近タカラトミーモールオリジナルでも色違いのも出ましたけど、このシリーズは期待しています。これの元々のトミカは持ってますけども、元々のやつは裏版もダイキャストで、このバンパーとかもダイキャストそのままの銀色だったんですけど、本来は黒ということは、確か自分では黒く塗ってましたね。でもクリアパーツとかよくできてますよね。こういうドア開閉はもうプレミアムとか、こういう特別なやつにしか期待しない方がいいのかもしれません。いいのかもしれませんって何年も前からも言ってますけど、それは。今後、どんなのが出てくるかは期待ですね。さすがにミニ四駆よりは長く続いてくれるんでしょうね。2代目が R34 で、ちょっと期待外れたのは残念でしたけど。頑張ってほしいところです。これは日産オリジナルの、日産オリジナルのモチュール Z ですか？高いだけあって、シールとかなしで、もうこれを再現してるのはすごいと思いますけどね。だけど、抽選販売で2種類、送料も別々っていうのはなんとかなんないのかって感じしますけどね。送料とか梱包も別々になるのは向こうにとっても負担だろうと思うんですけどね。せめて一緒に当たったならまとめて送ってくれよって感じなんですけど、困りましたね。一応語っておくと、このマクドナルドのトミカチケットで当たるというか、もらえる。トミカチケットと交換してさらにいくらかを、トミカを買ってもらえるトミカです。今回はオリジナル、他で出た車の再利用ですかね。これもいつまで続くのかなって感じしますよね。ハッピーセットのおまけ自体にも結構問題が
出てましたしね、いろいろと。転売、さすがに。いつも言ってますけど、レギュラーの、ハンバーガーカーと、フライドポテトカーをおさらばするためにも、もういいんじゃないのかなって感じしますけどね。貴重な枠がいつまであれに埋まってしまってるのか。あとは、結構、アリエクスプレスとかで、アジア版のトミカとか、日本で出てないカラーリングとか仕様のものを結構買ったりしたんですけども、紹介するのはまた別の機会にという感じでしょうかね。あと、標識セット。標識セットは最新のやつが揃ってません。まだ。1月21日発売ってことですけども。一つの店で1ヶ月後ぐらいにやっと見つけた売り出したと思ったら、買えたのがこれだけです。うちの近所はまだ売ってません。うちのすぐ近くは売ってません。あとさ、この前の段と紛らわしすぎるだろ。本当に。これひどいと思いますよ。どうにかなんないのか。せめて代表にする車を変えろって思います。本当に。うちの違う段ですよ、これ。このアリアとキックスですけども。これは本当にひどいなと思いますね。間違えて買わせるようなのか。なので、標識セットの動画は、気長に、別に誰かにせがされてるわけでもないので。2026年も、とりあえずいろんなトミカも出てますけども。一番の期待はリボーンですね。2026年の期待は、リボーンだけです。本当に。他はね、架空トラックが幅を利かせるんだろうなというのが。いや、本当に。これで架空トラック軍団が売れたら、架空乗用車も出されかねないと思うんですよ。どうですか？商用車のタクシーとかならいいんだろうとか、そんな感じで、オリジナルデザインのものを出されますよ。プラレールでもそんなに好評じゃないと思うんですよ。プラレールテスト。これカタログでも言いましたけど。ダメですよ、やっぱり。ホットウィールとかは架空車だらけですけども。あれはあれの世界でもう結構決まってるんで、あれにはあれの固定ファンがいるとは思うんですけど。トミカはね、やっぱり本当に架空車で出したいならドリームトミカの枠で出せって思います。そんなところです。2026年も、期待はしますが、多分同じような感じなんだろうなと思います。R34 のトミカが、最近発売されたように、古いトミカを、名車と言われるものを紛れ込ませてもいいですね。この、リボーンだけじゃなくそういうのもちょっとだけ期待しておきます。取り留めもない話ばかりでしたけど。今回の動画はこれで終了とします。ありがとうございました。失礼します。